はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。カレンダー通りで連休は水曜日からっていう方、ゴールデンウィークって何っていう方もいらっしゃるかと思います。お疲れ様です。今回は Steam で2023年5月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにレッドフォール。吸血鬼と戦うコープシューター。マサチューセッツ州の島にあるレッドフォールという街を舞台に、プレイヤーは4人のヒーローから1人を選択し、ソロもしくは最大4人のプレイヤーでチームを組んで吸血鬼の軍勢に立ち向かっていくことになります。オープンワールドで繰り広げられるストーリーキャンペーンでは、吸血鬼が出現した背景にある謎へ迫る物語が描かれ、わずかな生存者と共に吸血鬼に立ち向かっていくことになります。マルチプレイではそれぞれに特徴的なアビリティを備えたキャラクターたちを自分のプレイスタイルに合わせてカスタマイズが可能。豊富に用意された武器やアイテムを集め、特有のアップグレードやアビリティを選択することで、銃器をぶっ放し派手に立ち回るトリガーハッピーな戦い方や、息を潜めて隠れて戦うステルスプレイな立ち回りなどが楽しめるようです。吸血鬼の軍勢に立ち向かい、レッドフォールに散りばめられた謎に迫るコープシューター。レッドフォールは2023年5月2日リリース予定日本語対応の作品です。午前5時にピアノを弾く。雰囲気抜群の短編テキストアドベンチャー。無料ゲームとは思えないクオリティで、週末を迎えた世界を旅する少女たちを描いた高評価アドベンチャー夏の彼方を手掛けた和秀おかしの最新作。本作の舞台は朝の早い時間に時折濃い霧が立ち込める街。主人公はこの霧が好きで、霧の朝によく散歩に出かける少女。幼い頃から山の中のログハウスで家族と共に暮らし、霧やこの街が気に入っていたが、引っ越しが決まり、ここで過ごした時間を忘れたくないと思いながらも、霧の中を散歩していくことになります。ゲームは午前5時に家を出て、霧の中を散歩する中で、少女は様々なものや人に出会い、そこで2つの選択を迫られます。2つのどちらかを選ぶことにより、少女の眠気、渇き、狂気、充電といったパラメーターが増減していくことになり、このパラメーターをうまく管理しながら午前8時を迎えることで物語は進展していきます。また、霧の中を歩いていると、アイテムを拾うことがあり、様々な効果を持つアイテムは、少女を助けてくれたり、3つのアイテムをうまく組み合わせることで、ゲームを紐解く大きな鍵になるようです。午前5時にピアノを弾くは、2023年5月2日リリース予定、日本語対応の作品です。エイジオブワンダーズ4。ファンタジー世界が舞台の 4X ストラテジー。マップでの情報の発見や領地の拡大、リソースを費やして施設の建築や研究、そして敵を倒して排除したりと、探検拡張開発殲滅、いわゆる 4X ストラテジー要素を盛り込んだ人気シリーズの最新作。プレイヤーは架空の魔法ファンタジー世界を舞台に、ランダム生成されたフィールドを探索し、様々な種族と戦い、時には交流を深め、自らの帝国を拡大、経営しながら発展させていくことになります。今作の特徴は、指導者となるキャラクターをプレイヤーがカスタマイズすることが可能。指導者の見た目を細かく設定できるほか、肉体の形成、社会的な特徴や特殊能力を組み合わせてカスタマイズでき、種族は人食いハーフリングから神秘的なムーンエルフなどお気に入りのファンタジー世界の種族を再現することも可能です。また、プレイヤーが作った指導者は殿堂入りさせることで、次回以降のプレイで NPC として登場させることができ、自分が作ったキャラクターを敵として戦ったり、同盟関係を築き共に戦うこともできるみたいです。エイジオブワンダーズ4は2023年5月3日リリース予定日本語対応の作品です。各エンシェントシール。崩壊寸前の世界を舞台にしたアクションアドベンチャー。セミオープンワールドで展開する本作は、破滅の力によって現世の精霊の力が失われ、世界を崩壊し、燃える山、流骨の砂漠、霧の沼、風吹く雪原、
時代を経て4つに分断された大陸エレメンタルランドが舞台。エレメンタルランドは奇妙な生き物や古代遺跡、ユニークな部族が存在する原始時代のようなファンタジー世界。物語は謎の番人にこの世界を救う運命だと告げられた主人公の少年カクが空飛ぶ豚ピギーと共に広大なエレメンタルエリアで元素の精霊の力を解放し、世界のバランスを取り戻す物語が描かれます。ゲームは三人称視点のアクションアドベンチャー。多彩なスキルと剣や盾、そしてスリングのような遠距離武器を駆使しての戦闘が繰り広げられるようです。各エンシェントシールは2023年5月4日リリース予定日本語対応の作品です。うつ病の部屋。うつ病の世界を体験し理解を深めるアドベンチャー。過度なストレスなどが原因で脳の働きが低下し、日常生活に支障をきたす状態となる精神疾患うつ病。本作は多くの人にうつ病を理解してもらうため制作された作品です。主人公は会社員として働く女性ムーン。彼女はごく普通の会社員として働いてはいるものの、うつ病に苦しめられており、プレイヤーは彼女を通してうつ病を患う人々の見える世界や考え方を体験していくことになります。ゲームはテキストを読み進め、うつ病である人が感じているかのようなミニゲームを通して、この病気を理解していける作品となっているとのこと。実際に会社でも精神的な病で長期休暇する人もいてますし、自分自身も気持ち的に落ち込むことがあるので、他人事ではないなと考えさせられます。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。うつ病の部屋は2023年5月4日リリース予定日本語対応の作品です。ダーケストダンジョン2。ストレスこそが真の敵。独特の世界観、骨太な難易度、斬新なシステムが魅力のダークファンタジーローグライク RPG。特徴の異なる複数のヒーローから最大4人を選び、パーティーを組んでランダム生成される旅路を駅馬車に乗って進み、キャラクターを強化しながらも過酷な旅を乗り越えていくことになります。前作と同様に過酷な環境下でのストレスが個々のパフォーマンスの低下、さらにはパーティーの壊滅を招くことになるストレスシステムが本作の特徴。本作では人間関係といった要素が追加され、互いに絆を深めたり、あるいは不満を抱いたり、戦闘での相乗効果やパーティー性能に影響を及ぼしていくより骨太なゲームシステムになっています。一人のストレスが命取りになる高難易度ローグライク RPG ダーケストダンジョン2は2023年5月9日リリース予定日本語対応の作品です。パノラマ。リラックスできる癒し系パズルシミュレーション。見た目通りドルフロマンティックフォロワーの作品となり、タイルを配置して街を美しく成長させ、スコアを獲得していくパズルゲームです。ゲームは非常にシンプルで、ランダムに提示される草原や家、農地といった環境タイルをうまく当てはめ、美しい景観を作るとともに高スコア獲得を目指します。草原と草原、家と家など同じ種類のタイルを隣接して設置すると高いスコアが獲得でき、さらに同じ種類の隣接するタイルが多くなるほどタイル内の景観が成長し、森は森林になったり、農地ではトラクターが動き回ったりと視覚的にも楽しませてくれます。また一定のスコアを獲得するごとに固有の特性を持った建物を建てることが可能。こういった建物は複数のタイルを使うことで完成させることができ、完成時にはランダムで農地タイルが複数配置されたり、環境カードのストックが追加されたり、これらの特殊な建物をうまく利用しながらハイスコアを目指していきます。体験版もありますが日本語には対応しておりませんでした。パノラマは2023年5月9日リリース予定日本語対応の作品です。かつて巨大戦車タラニスと共に戦場の風雅2。喋る獣たちが活躍するドラマティックシミュレーション RPG。2021年に発売された戦場の風雅の続編となる本作は、犬人、猫人と呼ばれる喋る獣たちが暮らす世界観をベースに描かれたドラマティックシミュレーション RPG です。前作では平和な国ガスコで暮らす子供たちが囚われた家族と奪われた故郷を救うため古代戦車タラニスに乗り込みベルマン帝国に立ち向かう物語が描かれたが、本作はそれから1年後の世界が舞台。
かつて古代戦車タラニスに乗り、世界を救った子供たちは平和な日常を取り戻していた。回収されたタラニス調査のため、新たな首都ファラオに呼び出された子供たちだったが、5人の子供たちを乗せたタラニスが突如謎の暴走を起こし逃走。残された子供たちは連れ去られた仲間を救うため、新たな仲間バニラと共にかつての宿敵ベルマン帝国の戦車タラスクスに乗り込み、再び戦火に巻き込まれていく物語が描かれます。本作ではルート分岐による選択の楽しさがさらに強化され、新要素となる飛空戦サービスシステムや多数登場する新スキルに加え、子供たちの生命力によって敵を殲滅する第2のソウルキャノンマーナガラムや、選択の積み重ねが物語に影響するジャッジメントシステムなど多くの新要素が追加されています。戦場の風化2は2023年5月11日リリース予定日本語対応の作品です。ファークライ6、ゲリラ革命を描いたアクションアドベンチャー。シリーズごとに異なるオープンワールドの世界観を楽しむことができる一人称視点のアクションアドベンチャーです。本作ではカリブ海にある架空の島国ヤーラを舞台に物語は展開。何十年にも及ぶ経済制裁により財政的打撃を受けたヤーラでは、独裁者アントン・カスティロ大統領が君臨しており、苛烈な独裁に対して国民の怒りは燃え上がり、国中で暴動が始まろうとしていた。プレイヤーはヤーラ出身のゲリラ兵ダニー・ロファスとなって、カスティロ政権の支配からヤーラを解放に導くため、首都エスペランサを目指して激しい戦いに身を投じていくことになります。ゲームは広大なオープンワールドで展開。島国ヤーラは3つのエリアに分かれており、それぞれのエリアではゲリラ勢力がカスティロ政権と戦いを繰り広げ、主人公が所属するゲリラ勢力リベルタードと共に戦う勢力を求めてヤーラ中を奔走していくことになります。革命をテーマにした熱く濃厚なストーリー、マップもかなり広く遊び応えのある作品になっています。ファークライ6は2023年5月12日リリース予定日本語対応の作品です。はい、こっからは日本語未対応の作品の紹介です。ワールドトータルズ、亀の背中で街を作るシミュレーション。プレイヤーは巨大な亀の背中でミープと呼ばれる人々に指示を出し、文明を築き成長させていく中で、自分自身と彼らが住んでいる亀であるワールドトータルの命を救う目的の街づくりシミュレーションです。宇宙に浮かぶ巨大な亀を救うためにはミープの力が必要となり、資源を収集し居住環境を整え社会基盤を構築するとともに技術スキルの研究を行うことが必要。また亀の背中では他のミープの部族と出会うこともあり、彼らと協力することも重要なようです。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ワールドトータルズは2023年5月2日リリース予定日本語未対応の作品です。ショーガンナーズ、命がけのデスゲームショーに挑む男性ストラテジー。所得格差や気候変動、内乱で引き裂かれたディストピアな未来都市を舞台に、名声と栄光を勝ち取るため、最もホットで残忍なデスゲームショーに挑む主人公スカーレット・マルティロの戦いを描く男性ストラテジーです。危険な罠や重装備の殺人鬼がひしめくアリーナをはじめ、ショーを盛り上げるためならルール無視も厭わない番組ディレクターの極悪サプライズなど、数々の困難を乗り越え生き抜いていかなければなりません。またストーリーが進むにつれ頼もしいパートナーが登場したり、スキルツリーや武器のアップグレード要素、ラウンドの生存によって得られる名声とスポンサー契約などユニークな要素が用意されているようです。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ショーガンナーズは2023年5月3日リリース予定日本語未対応の作品です。テープトゥーテープ、最強のホッケーチームを目指すローグライクホッケーゲーム。プレイヤーはリーグ最弱のホッケーチームのキャプテンとなって、ホッケー人気が盛んな大陸を転戦し、最強のチームを作り上げ、かつての栄光を取り戻すことが目的です。試合ではパックの挙動に物理演算が取り入れられた本格的なものとなっているものの、激しいボディコンタクトはもちろん、グラップリングフックを使ったり相手選手を氷漬けにしたり、さらには審判に賄賂を送って判定を有利にすることも可能と、かなりぶっ飛んだ試合展開になるようです。
また試合だけではなく、ユニークなスキルを持つ選手の雇用やベンチオーバーの管理、選手同士の相乗効果など、様々なチーム編成を考えていくマネージメント要素も特徴。本作では最大4人でのマルチプレイも可能で、はちゃめちゃな暴走アイスホッケーを楽しむことができます。テープトゥーテープは2023年5月4日リリース予定日本語未対応の作品です。オーキュパイマーズ・ザ・ゲーム。火星を舞台にしたオープンワールドサバイバル。プレイヤーは火星植民地化プロジェクトの一員となって、生存に必要な水や食料、酸素やエネルギーを手に入れるため、謎に包まれた未開の地を探索し、拠点を築き、基地を少しずつアップグレードしていくことになります。従来のコロニービルディングと同じように、資源を集めて拠点を建設して探索範囲を広げ、基地を拡張していくといった内容ですが、本作は機械設備の修理が特徴的で、故障機器の電子基板をハンダ付けで修理したり、巨大機器や車といった大型設備のアップグレードもロボットアームのようなものを使って部品を取り付けたりと、ちょっとした機械いじり的な要素が印象的です。ちなみに無料で遊べるプロローグ版の評価は 79% やや好評となっています。オーキュパイマーズ・ザ・ゲームは2023年5月11日リリース予定日本語未対応の作品です。メカベラム。機械兵器が戦う戦術オートバトラー。PVP をメインに機械兵器同士がぶつかり合うオートバトルで展開するゲームです。オートバトラーなので戦闘は自動で行うシステムとなり、司令官であるプレイヤーが操作するのは戦闘開始前に機械兵器ユニットをどこに配置するかを決めるだけ。ただしユニットの配置こそがこのゲームのポイントとなり、味方ユニットの組み合わせや敵ユニットとの戦術的相性を考え配置していくことが重要。ゲームはラウンド制となり、機械兵器を全滅させた後、残ったユニットに応じて司令官にダメージを与えることができ、ラウンドを繰り返し司令官のヒットポイントをゼロにすれば勝利です。また各ラウンドごとにゴールドが支給され、このゴールドを使って既存のユニットをアップグレードするのか、新たなユニットをアンロックするのか、それとも次のラウンドにゴールドを持ち越すかなどを考える戦略性も面白いところ。今のところストアページも日本語未対応となっていますが、日本語化された実況プレイされている方もいるので、近いうちに日本語対応となる可能性はあります。メカベラムは2023年5月12日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2023年5月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。